リクとニナでございます。やってまいりました。はい、私たちの前に大好きなミントチョコがいそう。めっちゃ美味しそうなんだよ。やばいよね。ガチで。私たちだって本部まで行ったもんね。ミンチョ食べるために、そのミンチョの店だけに朝のしかもなんか9時とかに行ってるね。行った。でも空いてないの11時までだからもう頑張って歩き回ってやっと会えたってなったら多分私たちが一番最初だったよね。開店時間に行ったのよね。ちょうどぴったりに行って2時間前から待機やろ。ミンチョってガチや。ほんまに大好きなんですよ。私ニナがもうシアトルかなに帰った時か、あとお母さんが買ってきてくださったんかなにオレオのミントチョコがあるんですよ、海外には。そのもう本当にそのボックスじゃないか、その袋がこれぐらいあって全部ミントチョコのオレオレオレってあるんですけど、それをニナが初めて買ってきてくれて食べた時も衝撃的に美味しすぎて。飲むじゃない。本当に好きなの。マジで好きで、それを毎日朝起きて牛乳つけて食べるのが私の一日の始まりだったのね。その時は今度パパ来るからさ、日本に。あ、本当に？その時持ってきてもらうわ。パパお願いしますっていつもお願いしちゃってるけど、ガチで大好きです。韓国にはミントチョコのフラペチーノがめちゃめちゃあるんですよ、カフェに。でも日本ってあんまないじゃんか。だからもう韓国に来たら私からしたら天国なのよ。どこのなんか撮影のさ、チャリョンジャンとかでもなんかその時に何がいいみたいになってすぐミントチョコ、あ、ミントチョコがちょわよみたいな感じでめっちゃアピールするっていうね。そうそう、大好き、愛してます。私とニナが2人で同じ部屋やった時があって、その時になんかあんまり普段は2人がそんな深い話とかしなかったけど、その時に2段ベッドで下にいて、なんか夜の1時ぐらいかなの時ぐらいになんかちっちゃいこのテーブルの上に置くような電気だけつけていろいろ話したことは覚えてる。めっちゃ昔、ほんまに。あれやね、テイクアピクチャーの時やんな。そうあ、そうやわ。時になんか初めて同じ部屋になって、でその時にめっちゃ深い話をいろいろしたのよ。なんか意外とあれボーカリストとかでよく相談するくない？よくなんか、まあボーカリストもよく使うしね。こういうのこうじゃないってなって、意外と話すよね。仕事のことっていうか、もうちょっとこうしてた方がなんかいいんじゃないみたいな。あとなんか今後やりたい話とかもやるし、なんかそれのなんか曲とかにもついてこれやりたいよねみたいな話とか、こういうのやりたいよねとかいうよく話すよね。あとリクが結構小学校の時にめっちゃ洋楽ガチで好きやったから、もう本当にめっちゃ好きで、なんか昔のその洋楽の話とかはやっぱ喋るってなったらもうニナにめっちゃ喋る。リクがあとその海外で好きやったドラマとかも、ニナに言ったら一発で理解してくれるから、そうこれと言って、ああ知ってるみたいになるから、それがすごい楽しい。いつも喋ってて、好きなアーティストさんが一緒なことですね。行きたいライブのさ、アーティストさんとかめっちゃ一緒やな。マジで行きたいんよ。本当に早く一緒に行こうね。行きたいね、マジで行こう。マジ約束. 언니 습관. 언니 이거를 많이 해. 뭐? 진짜 많이 해 이거. 뭔가 그러니까 원하는 거 있잖아. 그럼 니콘 언니도 언니 막 이렇게 하잖아. 자, ふざけてやな。習慣じゃない。そんないつでもなんか언제든지みたいなやるわけじゃないじゃん。ニナは本当になんかめっちゃ面倒見がいい。なんかしたくなる。なんかお世話好きなんじゃない？そう、なんかやってそれで笑顔になってる姿見るとニナは勝手に満足してるね。みんながそれで、お母さん気質やな。そうだからこれでミントチョコ먹고 싶다が、언니 가져왔어. 언니가 맛있다 하면 행복해. 행복해. みんな自分で食べるより人が食べてる方が好きなんじゃない？もう本当にそれが面白くてさ、いつもなんか何でも与えてくれるんですよ、本当に。私ポッキーが好きって言ってたじゃん。で韓国やとペペロが似てるやつやから好きで、언니에서 페페로 사왔어. 맞아, 언니랑 같은 방을 하는 줄 알고 바로 페페로 사왔어 그 밤에. そうでめっちゃ嬉しかったです。めっちゃいつもお世話してくれるからすごいありがたい。 언니는 그냥 언제든지 언니야. って感じ。なんか本当になんかみんなによくなんか子供言われてるけど、ニナの感じでは2人きりでいる時とかもめっちゃお姉ちゃんって。だからめっちゃ甘えやすい。意外と一番甘えてるかもリコに。진짜なんかなんだろう。
언니 느낌이나 언니가 그냥 그 자체가あでも生活面では意外としっかりしてるからじゃない？そうなんかしかもなんだろう二人きりでいるとするじゃん、うんうんなんか「あー守って」って言ったら守ってくれそうめっちゃ強い人やん。お姉ちゃんっていあーうその言葉の抜きがなんそれは언니だと思う。しかも二人きりにいるともっとそれが強くなんか受け入れてくれる全てをそうですかね。私は「おんに」みたいな「リコンに」みたいな「何々しよう」みたいないつもなんか、例えば多分リクがよくキャッキャ遊ぶから例えば「おんになんか行こうはじゃん」みたいな、ね、遊ぶ系、なんかはめっちゃこう誘ってくるからそういう時とかもうあとなんやろ普段隣に座ったらもうギューみたいな時にもうみんなマンネなんだね君はってなっちゃう。だからそれをやってくれてるじゃん、そしたら언니는 꼭 이렇게 해주잖아. 그게 되게 좋아. まあ確かにでもニナの前ではあんまり「だならへんかも。そうニナには愛嬌振らないじゃん、でもそ振らないのおかげでニナも愛嬌振りやすいね。あなんかる意味本当になんか언니は愛嬌振るよりも絶対受け入れ派をしてくれるから、もうすぐ振りたくなっちゃ確かにそうかもね。だよねそうでしょニナにやったことない。そうやったことないふざけてはたまにやるけど。だよね。だからニナめっちゃ古くないリコに。だからかな。でも普通に生活してると普通には超しっかりしてるなと思うし、例えば他国で自分の地元帰る時シアトルの帰る時とかも全部飛行機乗ってまた帰ってくる時も飛行機乗って一人じゃん全部移動が、それをちゃんとこなせてんのもすごいなっていつも思う。私飛行機の中で書かなあかん書類とかもあるやん、もうあんな本当に無理なんやけどなんか全部ちゃんとそういうのもやってるんやって思ったらしっかりしてるなと思うし、なんかいろいろリクがあんま世間のこと知らんこともちゃんと分かってるからそういう部分では全然リクより賢いし優れてるなってマジで思う。だから偉い。みんな妹としてだけ考えて。いやでももちろん一番末っ子だから妹的な存在やけどでもめっちゃ中身はいろいろしっかりしてるんやなっていうのがいつも見て思うからはいいいと思います。リナが一番リコンニの雰囲気性格で似たいところは、突っ込めるところちょっと笑いを取ってみたい。わかる？でもリクそんな笑い取れてないけどね。面白いじゃんね。リナも面白くなりたいね。でも私リクはでも面白くはないんよね。ただうるさいの。いや面白いよ。そうだからちょっと面白い部分ではリク前には負けるからさ。いやでもお笑いのせいそこでちゃんとツッコミ役があるからこそいける。確かにでもツッコミは確かに結構するかも。だからそれには全然できないからそれをちょっと習いたいなと思った。習いたいというかもう盗んで私のものにしたい。私はでもいろいろあるけどね。普通にもう声とかも欲しいしあともうスタイルもやしなんやろでも本当に結構しっかりした部分は欲しいかも。もう本当にそういうとこをやってみたいっていう気持ちはあるんやけどなんかやっぱりできひんし本当に人がいないと不安でしかないから自立できるその心というか感じがすごい欲しいなと。でも鬼も結構ストイックだったりとかするくない？かっこしい。リナはもうこれはこれしか言うしかないんだけど一番輝いてたと思ったのが結婚の時にニナのマイクがついてなかったニナのアドリブを踊りながらニナいつも立って歌うじゃん。でも踊りながら全部カバーしてくれたところをすごくすごいと思った本当に。いやでも本当にすごい。だってニナも踊りながらできないのに、鬼の立ち位置的にも踊らないとダメな場所だったじゃん。でもそれなのにちゃんと後ろのアドリブパフォーマンスが崩れないようにやったのもすごくかっこよかったし、その日結構めっちゃ可愛かった。本当？だからそれプラスなんかやってくれた時にすごくかっこいいってなった。いやでも本当にそれ自分がやってもう思ったよ。ニナってすごいなと思ったしなんかその分ニナがいつもあんな気持ちよく楽に出せるのはすごいなと思うしでリクがニナが抱えてたなっていうかすごい好きなのはライブの稽古じゃなくてライブの私たちのライブの時の「連鎖させて」でなってダンスブレイクにバーンっていくやん。その時の高音がやっぱもう1000ライブじゃん。もういい意味でカッコつけて「イエーイ!」
チッってやってからリオのダンダンダンっていくやん、あのつながりが大好きなの。バックの音がないじゃん、あの時はニナの声がもう会場に広がって次のダンスブレイクに行きますってなるじゃん、もうあっこがガチで好きで懐かしくてクラップクラップのやつ見てたんやけど、わあすごいなと思って、本当にめっちゃそういう部分でもめっちゃ輝いてるなと思ったし、ニナはすごい自信持ってやってるから、自信持っていろいろなジェスチャーしながら本当にカメラを見てこうなんていうの、アイドルしてるアイドルしてる。そうだから、そういう自信とかは見ててすごいなっていつも思う。食べる？食べたい。いいよ。溶けちゃったけど美味しそう。だってこれ絶対美味しいやつやん。美味しい？やばい？やばっ。いや私本当にやっぱり一生アイスクリームはミントチョコが一番好きですね。マジで美味しい。これやばいね。でもまあ普段もちろん感謝してるけど、でもなんか、みんなでみんなが集まって喋る時とかに、私たちのメンバー的にそんな自分がこうグイグイ喋るっていうタイプが少ない方やから、やけどニナは結構喋ってくれるし、なんかニナはこう思うからっていうのを結構ストレートに言ってくれるし、でもなんていうの、自分の意見を言うって結構難しいし、やっぱ私はそうは思わないって思われたらどうしようっていうのもやっぱあるから、リクは結構そう思っちゃうタイプやから、たまにこう言いたくても言えへん時とかあんねんけど、堂々とすごいみんなの前でみんなはこう思うみたいな、その反対の意見を怖がらず言ってくれるからすごいありがたいし、まあ、いろんな意見がやっぱあってこそ上に行けると思うから。なんかあれな気がして、なんかお姉ちゃんとかなんかたくさん話したお姉ちゃんたちが結構、ニナも正直言うのも怖かったんやけど、でも下の子たちも一番下の子が言ったら絶対他の子たち言いやすいやろうなと思ったから、たとえなんか変な意見だったりとかしてもポロってちょっと言ってみて開けようかなと思って言ってた。すごく甘やかしてくれるのに本当にありがたいの。本当にすごく本当に언니だけには무조건甘えてもいいっていうなんか感があるのよ。でなんかそれを作ってくれたのも、その雰囲気を作ってくれたのもお兄ちゃん。ニナを妹として可愛がってくれてありがたかった。ちょこっとした言葉でもちゃんと構ってくれるのがすごくニナにとっては嬉しかった。ありがとう。まあそうね、いろいろ今まであんまり2人で、最近は同じ部屋とかじゃないからあんまり話す機会がなかったけど、こうやってまた話せてよかったです。いや嬉しかった。ありがとう。우리는 짱이지。Yes。ミントチョコ美味しく食べてね。2つも食べなあかんの私が。じゃあニナ1つ持ってこうか。持って帰っていいよ。持って帰ります。はい。ありがとう。バイバイ。バイバイ。